日ハムを冷遇して50億円を失った札幌市戦犯2人、日本ハムが得た莫大な富と札幌市が失った巨額の財源。札幌市プロ野球の球場移転劇について、当時の報道や記者会見で実際に飛び出した言葉からその真相を紐解きます。事態が大きく動いたのは2016年5月に日本ハムの新球場建設構想が初めて報じられた時です。この報道を受けた当時の秋元克弘札幌市長は記者会見で、現時点でドームの使用料減免などによる引き止めについては考えていないと言い放ちました。さらに札幌市のスポーツ部長はメディアの取材に対して、全国的にもこれだけ高い稼働率を誇るドームは他にないと語り、札幌ドームの優位性を強調しました。当時の札幌市やドーム側には、日ハムは札幌ドームを使うしかない、どうせ出ていけるわけがないという絶対的な過信がありました。日ハム。しかし日本ハム球団の腹はすでに決まっていました。当時の球団社長は後にインタビューでこのように振り返っています。札幌ドームとの交渉の中で自分たちで球場を持つしかないと腹をくくった。こうして日本ハムは2018年3月に北広島市への移転を正式に決定します。再び札幌市。この決定を受けて札幌市長は臨時記者会見を開き、大変驚いている、大変重く受け止めているとコメントしました。出ていくはずがないと高をくくっていた有料顧客を完全に失った瞬間でした。それから数年が経ち、日本ハムが去った札幌ドームは巨額の赤字を垂れ流すお荷物施設へと転落します。さらに2024年の記者会見では、現在の札幌ドームの社長がメディアに対して、平日にプロ野球をやれたらいいが、やらせてくれないのでねと発言し、大きな批判を浴びました。自分たちの不手際で日本ハムを追い出しておきながら、プロ野球ができないから赤字だと言い訳をするその姿勢は、多くの野球ファンや市民の失望を誘いました。この一連の騒動が残した教訓は、ビジネスにおける顧客軽視の恐ろしさです。独占的な立場に甘んじて顧客の不満を放置し、出ていけるわけがないと相手を侮った結果、年間26億円の財源を失いました。再び日ハム、日本ハムがエスコンフィールドに移転したことによって、両者の財務状況には天と地ほどの差が生まれました。まず日本ハムが得た最大のものは、球場内で発生する全ての経済利権です。札幌ドーム時代は年間約26億円という巨額の使用料を札幌市側に支払っていました。さらに球場内の飲食店やグッズ販売の利益、看板広告の収入の多くも札幌市側の取り分となっていました。エスコンフィールドに移転したことで、これら全ての利権が日本ハムの 100% 自社の収入に変わりました。年間26億円の支出が消え、数十億円規模の売上利権を丸ごと手に入れたことになります。三度札幌市。一方で札幌市が失ったものはあまりにも甚大です。札幌市は最大の有料顧客であった日本ハムを失ったことで、年間26億円の安定した使用料収入を完全に失いました。さらに球場に足を運ぶ年間200万人近い観客が落とすはずだった周辺消費や飲食の経済効果も全て北広島市に奪われました。札幌ドームは日本ハムの移転によって一気に巨額の赤字を垂れ流すお荷物施設へと転落しました。札幌市は新たなイベントの誘致やドーム内を黒い幕で仕切る新モードへの投資を行いましたが、客足は戻っていません。結果として札幌ドームを管理する札幌市の第三セクターは数億円規模の純損失を計上する事態に陥っています。日本ハムが去った後の札幌ドームは過去最大となる約6億5000万円の大赤字を記録しました。トリック。その後メディアでは黒字に転換したというニュースが大きく報じられています。これを見て安心した市民も多いかもしれませんが、ここには行政特有の数字のトリックが隠されています。運営会社である第三セクターの決算書が黒字になった理由は、札幌市から巨額の公金が投入されているからです。札幌市はアマチュア大会の利用料を支援するという名目で、基金から約1億6800万円をドーム側に支払っています。さらに目に見えない最大の負担は、球場本体の維持管理費です。札幌ドームは札幌市の所有物であるため、ドームの修繕や保全にかかる費用は全て札幌市の予算、つまり税金から支出されます。
札幌市の予算案によると、ドームの保全費として年間で11億6800万円という巨額の税金が計上されています。つまり運営会社の帳簿を黒字に見せるために毎年10億円を大きく超える市民の血税が投入され続けているのが実態です。対価ではこれほどの大金があれば札幌市民のために何ができたのでしょうか。毎年投入されている約13億円の税金があれば市民の生活を直接豊かにする様々な施策が可能でした。例えば冬の札幌市民を悩ませる道路の除雪費用です。13億円の予算があれば生活道路の除雪車を大幅に増便し、冬場の交通渋滞や歩行者の安全を劇的に改善することができました。また子育て支援にも絶大な効果を発揮できたはずです。13億円あれば市内の認可保育園を新設し、待機児童を完全にゼロにすることや、小中学校の老朽化した校舎の修繕、最新のタブレット端末の全校配布が余裕で実現できました。さらに深刻な財政難に苦しむ札幌市の地下鉄や市電といった公共交通機関の維持や高齢者の移動を支援するバス運賃の補助に充てることも可能でした。代償、日本ハムを切り捨てた代償として札幌市民は毎年13億円もの富をドームの維持のためだけにドブに捨て続けている状態です。もしあの時顧客を大切にし年間26億円の収入を維持していれば、税金を投入するどころか市民サービスをさらに充実させる原資になっていたはずです。一度失敗したビジネスの穴埋めを増税や住民サービスの低下という形で市民に背負わせているのが札幌市の現状です。いかがでしたか。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。ご質問ご感想も歓迎です。